こんにちは。今日はね、よく使う挨拶とあんまり使わない挨拶っていうことについてお話ししようと思います。僕、よくその日本語についての質問もらうんですけど、その中で時々、本当に日本人との会話の中で、こんにちはっていう挨拶使いますかみたいな質問をもらうんですよ。なのでこういうなんか本当に使う挨拶と、あまり使わない挨拶って気になる人がいるかなと思ってこのポッドキャスト収録してるんですけど、今日はねあんまり使わない挨拶とよく使う挨拶よく使う挨拶とカジュアルな時でも使う挨拶、この3つについてお話ししようと、思います。なんかそのカジュアルな場面ではなんかあんまり使わない挨拶とか、出てくるじゃないですか。友達と会った時にあんまり「こんにちは」とか言わないので、そのカジュアルな時でも使う挨拶も後で話そうと思います。まず最初はね、使わない挨拶ですね。まず使わない挨拶は一つ目は「さようなら」ですね。これあんまり使わなくて、友達と遊んだ後とか、会社仕事が終わった後も、あんまり「さようなら」って使う人いないと思いますね。なのでそれまず一つ目で、次が「ありがとう」の代わりにその「サンキュー」とか「どうも」とか、この「サンキューどうも」も全然使わないと思いますね。なんかアニメとか、なんかちょっと劇っぽいっていうんですかね。例えばこの「どうも」とか、なんかアニメの中でそのかっこいいイケメンなキャラクターがありがとうっていう代わりにそのどうもって言ったりすることもあるんですけど、それをね普通の人がしたらなんかアニメのイケメンになりたいのかなみたいな、そういうイメージがあるかもしれないですね。もちろん人によりますけどね。僕のイメージはそんな感じですね。で次が「よろしく」ですね。なんか「よろしくお願いします」はよく使うんですけど、なんか「よろしく」だけ使うのも、さっきの「どうも」みたいな感じでちょっと劇っぽいイメージがあるんですよね、僕にとって。まあ年上の人とかだったら使うかもしれないんですけど、僕がおじさんとかおじいさんになっても多分「よろしく」ってあんまり使いたくないかなって思うので、使わない挨拶の一つだと思います。で次がね、よく使う挨拶、そのカジュアルな場面じゃなくて、普通のシチュエーションでよく使う挨拶について、お話しします。でまず「こんにちは」ですね。「こんにちは」は、友達に使ったりすることはないんですけど、普通に知らない人と初めて会う時とか、初めて、美容院に行く時とかね、そういう時は僕は「こんにちは」は絶対使いますね。で次が、これも当たり前ですけど「ありがとうございます」も絶対使いますね。でどんどん行きましょうか。次が「いってらっしゃい」と「行ってきます」かな。これも家族とは使うんですけど、友達と一緒にいる時には「行ってきます」とか「行ってらっしゃい」あんまり使わないような気がします。で次が、失礼します」ですね。失礼しますも時々なんかフォーマルすぎてあんまり使わない方がいいかもって思う人もいるかもしれないんですけど、僕は普通に知らない人と会う時は大抵失礼しますっていうようにしてるので、よく使うんじゃないですかね。で次がお世話になってます」かな。お世話になってますってめっちゃ便利な言葉だと思うんですよ。なんかお世話になってますって言ったら、このなんていうお世話になってますの中にこんにちはとか、久しぶりですとか、いつもありがとうございますとか、全部パッケージになってお世話になっていますだけでなんかそういう感じがあるので、僕は知らない人には使わないんですけど、昔会った人とかたまに会う人にはお世話になってますって使うようにしてますね。で最後がよろしくお願いします。さっき話しましたけど、よろしくはあんまり使わないけど、
よろしくお願いしますは結構使うっていう感じですね。次はフォーマルな場面だけじゃなくて、カジュアルな場面でも使える、挨拶ですけど、まず最初がこれ当たり前だと思うんですけど、ありがとうとごめん。これは絶対によく使いますね。で、次が、すみません。これ結構僕はカジュアルな時にもよく使うんですよ。友達にすいませんって、言うんですよね。よく日本語の教科書とか見たら、なんかごめんはカジュアルで、すいませんはちょっとフォーマルみたいな感じで書いてあることが多いと思うし、まあそれも正しいんですけど、でも僕は友達にごめんもすいませんもどっちも使いますね。でも「すいません」ってなんかはっきり言うんじゃなくて「すいません」ってなんかちょっと早く言うことによってちょっとカジュアルに聞こえるかなと思いますね。で次「いただきます」とごちそうさまでした」。これは、まあ、カジュアルの時もフォーマルな時ももう絶対に僕は言いますね。特に、まあ、いただきますももちろん言うんですけど、ごちそうさまとかごちそうさまでしたについては僕はレストラン出る時に結構言いますね。そのレストランの中でもなんか個人経営のレストランだったら僕はもう100%レストラン出る時にごちそうさまでしたっていうようにします。で、次はおはようですね。まあおはようもおはようございますもどっちもカジュアルな場面で僕は使うんですけど、本当おはようってめっちゃなんか便利だと思うんですよ。こんにちはの代わりにおはようって僕使いますし、まあ、昼の2時とか3時に友達に会ってもなんかおはようって言っちゃうんですよね。なのでまあこれカジュアルな時だけですけど、まあ、おはようっていうのはいいかもしれないですね。で、逆に友達と解散する時、友達と遊び終わってバイバイする時ですね、まあ、普通にバイバイっていう時もあるんですけど、それよりその夜に解散する場合は、お休みっていうことも僕は結構多いと思いますね。まあ友達と遊んで夜の9時、10時、11時ぐらいに解散するっていうシチュエーションがあったら、まあ、バイバイより僕はお休みって言って解散することの方が多いかな。他にも、まあ、気をつけて、まあ、気つけてって言って、まあ、解散することも多いと思いますね。で、次が最後なんですけど、挨拶の中で一番便利なものがあるんですよね。なんだかわかりますかね。ちょっと考えてみてほしいんですけど、一番日本語で僕が便利だと思う挨拶は、お疲れですね。お疲れ様です。これが一番便利というか、いろんな時に使えるし、カジュアルな時もフォーマルな時も使えるから、まあ、お疲れ様ですは自然に話したかったら使ってみるのもいいと思いますね。例えば、そのフォーマルな場面だったら、何かな。仕事で誰かに会う時とか、本当に少しだけ知ってる知り合いとか、まあ、そういう人に会う時も、お疲れ様ですって言って、会話が始まることもよくあるし、その会話が終わった後で、またお疲れ様ですって言って解散することもよくありますね。で、逆にカジュアルの時、友達と会う時も、おはようの代わりに、お疲れ様ですっていうことも結構多いと思いますね。でも友達と会う時は、そのお疲れ様ですってはっきり言うんじゃなくて、おざざすってなんか早くなるし、なんかもうおざざざですみたいな感じで、なんか何を言ってるかわからないけど、多分お疲れ様ですだろうなみたいな言葉をよく使うことがあります。まあ結局ね、今そのよく使う挨拶とかあんまり使わない挨拶について話しましたけど、結構世代によったり、地域によったりすると思うんですよ。僕は関西に住んでるので、とりあえず関西だったら「おはよう」ってめっちゃ使ったり「お疲れ様です」「おざです」っていうことが多いので、まあ場所にもよると思うんですけど、まあ何か参考になったら嬉しいです。まあそんな感じで今日は
よく使う挨拶とあまり使わない挨拶についてお話しさせていただきました。それでは今日もここまで見てくれてありがとうございました。バイバイ。